これでバスケットボールロボットになります。謎のユニコーンのマークですね。これでピラミッドロボットになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トランスロボッツスポーツシリーズです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらね、中国で、新たに発売された商品なんですけれども、10年か20年くらい前に同じようなシリーズがね、中国のセット箱で売られていたんですよね。なのでそれの再販もしくは、金型が同じかのどっちかだと思います。で、スポーツ系のね、ロボットが変形するんですけれども、ラインナップ見ると、はい、こんな感じになってまして、ラグビーボールからなんかロボットになるやつとか、なんかこう車になるやつとか、あとバスケットボールがロボットになるやつとか、あとは、こっちかな、はい、このホイッスルが変形するやつとか、ピラミッド、謎のピラミッドってスポーツなんですかね。このピラミッドが変形するやつとか、空き缶が缶蹴りとかあるからね、ギリスポーツなのかな。あと謎ボールね、はい、そしてバドミントンとかっていうあるんですけれども、今回ゲットできたのが、こちらサッカーボール、バスケットボール、ラグビーボールでホイッスル、そしてピラミッド2色っていう、いやピラミッドちょっとやる気なさすぎるこの梱包のされ方してますけど、はい、ということでね、はい、この6種類ですねを今回は梱包雑だ本当に、これをちょっと見ていきましょう。中身をね取り出していきますけれども、はい、どんな感じになってるんでしょう。はい、ちゃんとよかった、説明書入ってるね。はい、ということで取り出していきます。中身を取り出すとこのような感じになっております。このおもちゃ本体と説明書が入っております。で、説明書はこういう1個のね説明書にこう何個かね、変形のさせ方が書いているものが入ってて、あとはこれですね、スタジアム面ゴッドオブバラエティボールですかね。はい。っていう、この箱とは違う名前の説明書が入っているっていう。これ多分説明書の方が元のおもちゃで、この箱はなんか適当に作ったんじゃないかなと、考察しますけれども、はい。なんかね、こう電池入れてとかって書いてるんですけれども、はい。そこら辺もちょっと見ていきましょう。はい。ということで、こんな感じになっております。このサッカーボールがね、シールなんですけれども、20個貼りました。めちゃくちゃ大変でしたね。はい。なんですけれども、見た目はだいぶ真っ白の時より、サッカーボール感がね、増しましたね。はい。で、このバスケットボールは最初から塗装されてて、これすごいのが、見てください。この、脂肪加工。はい。これがされてて、もう、本物のバスケットボールみたいなね質感になってるっていう、このさシルバーのプリントとかあるよねバスケットボールにっていうね、結構細かいねことやってますよね。こちらラグビーボールもね、ここの縫い目、これが浮き出てるところとかちゃんと塗装されてるっていうね。はい。で、こちらホイッスル、デカホイッスルね、こんなでかいホイッスルないですけど、はい。で、これちょっと注目してほしいのが、ここ見てください。こう明らかに電池が入りそうなんですけど、ここネジじゃなくてもうピンで蓋をされているんですよ。つまりここ開けるなっていう意味してるんですよ、これが。で、ここボタンがあります。はい。じゃあなんでボタンつけてんのかっていうのもなんかちょっと謎ですけど、これね、多分電池入れても音鳴らないです、これは。っていうね、元のおもちゃは音が鳴ったんでしょうけど、再販されて音はもうやめたんでしょうね、きっとコスト削減とかで。で、ここにもね、なんかね、ほら書いてるんですよ。これなんて書いてるの、神騎士かな、神に奇妙な木に死ですかね。
なんか読みにくいですけどっていう、そういうシリーズだったのかな、わかんないですけど、はい、まあでも塗装は綺麗ですっていう、いろいろオミットされていると。そしてこれね、はい、ピラミッドね、はい、謎のこのスポーツの中にね、居座る謎のピラミッドですけれども、これ謎ですね。はい、でも全部ね結構かっちりとね、まとまってるっていう、しっかりとこうそれぞれのモチーフになってるっていうのがいいですよね。はい、ということで早速変形させていきましょう。まずはこちらバスケットボールからねいきましょう。こうやって開いていきます。こうやってね、はい、開いてあげてこう畳む。で、次はここですね。はい、このパーツを下に下ろすと足になると。でこれを半分に割って、でこれをこう後ろに持っていって、つま先をこれをこう出すと。はい、つま先出してあげて、で腕を伸ばします。反対側も腕を伸ばしてあげて、でこの部分ですね、これを前に持ってきて、はい、で、持ってきてあげてがこう開いて、で頭を上に引っ張ってあげれば、はい、これでバスケットボールロボットになります。謎のユニコーンのマークですねそしてめちゃくちゃモブ顔のねロボットになっておりますけれども、結構謎要素多いね。いやでこのシルバーとこの黄緑のプラスチックがねだいぶチープ感をね引き立ててますけれども、なんですけど結構この各所ねこういうピンとかネジとかが多用されてるんで、割と重さはあるんですよね。そこまで軽いって感じはしないんですよね。プラの質はね、まあ、ちょっと、安っぽいかなっていう気はするんですけど、重さの分ね結構いいですね。持った感じ。はい、まあ、ということで、まあこれバスケットボールでした。次、はい、こちらサッカーボールねいきましょう。こう開いてあげて、で、こういろんなところがね開けるんで、もうほんとパズルみたいにねどこが開くのかってこう調整していく必要があるんですよ。はい、ここを下に持っていくと足ですね。はい、でこれ伸ばします。はい、伸びました。でこっち側も、はい、まだ伸びるねこれ。はい、壊れそう。はい、でうわこれ足出ないかもな。ピンセットですね、これはさすがにピンセットで出します。はい、こうやってね出してあげて、で腕ですね、腕もここからはいこうやって出してあげて、反対側もはい出します。でここが外れると、うわもうここめっちゃ発火してる。すごい。これをはい、なんかここにほらサウンドね、音が鳴りそうな穴があるけど中はもう空っぽだね。はい、でこうやってくっつけてあげて、はい、でこれ後ろにやるのかな。はい、これでサッカーボールロボットになります。はい、でここがね押すとここが動くギミックになってる。はい、こっちは壊れてる。はい、っていうあれかな、もしかしたら本当はここを押したら音が鳴るっていうあれだったのかな、元はね。はい、でもそれオミットされてます。はい、そして次こちらラグビーボールねいきましょう。このラグビーボールはちょっとまずこの横からいくか。
この横を外してあげます。うわ、もうツルツルすぎて、はい、こうやって開いてあげて、ここもはいパカッとね開きます。ここをはい下に引っ張ってあげて、で足を伸ばすと、はい、でこれはこうやって、うわ怖っ、はい、畳むと、で、こっちもこうやって伸ばしてあげて、はい、で下に下ろして畳むと、くるっと回転させてあげて、はい、腕いきましょう。引っ張ってで拳出して下ろす、はい、引っ張って拳出して下ろす。あ、なんかもうこの時点でもなんかロボットっぽいけどね、なんかウルトラマンの眼球みたいな雰囲気あるけどね、はい、で上の部分をはいはいこう頭を出してあげて、でこうかな、はい、こうやってあげれば、はい、これでラグビーボールロボットになります。はい、こんな感じですね。なんかすごいこのアンテナがもう垂れ下がってるっていう、アンテナじゃないか、こういう模様か、うん、すごいですね。あ、ここも押せるようになってる。きっとこれの元はここを押せば音が鳴ったんでしょうね。なるほど。あ、もうここもゆるゆるだ。ゆるゆるですね。はい、すごい。いや、でどれもねそうなんだけど、本当に変形させたのかってぐらい、事前に変形させたのかってぐらい変形させづらすぎるこれすごいね。ちょっとこれだいぶ難易度が高いです。ホイッスルね、いきましょう。ホイッスルはまずここを開きます。ここからがまずね、ほんとこういう最初のところからまずだいぶもう鬼門なんですけど、はい、こうやってはい開きます。ではい開きます。下にスライドさせてあげて、はい、でつま先を出すと、で腕を横に広げて、でこれがスライドして胸にくると、で頭をはい出してあげれば、はい、これでホイッスルロボットになります。はい、いやなんかこれは普通にかっこよさそうですね。ちょっと待った、この目のところに穴開いてるな。なんだこれ、すごいね。はい、あれなのかな、ここを押したら目が光るとかそういうギミックがあったのかな、元のやつには分かりませんが、はい、ちょっとこれだけちっちゃいですね。はい、そしてラストですね。はい、こちらこのピラミッドたちですね。はい、これもね、変形させていきましょう。はい、まずはここをこうやって開きます。で、この腕を横に出してあげて、でこれははい伸びると、反対側もこうやって伸ばして、でここですね、足をこう出して、でこう前に持ってきてあげると、はい、こうですね。こうなって腕を下に下ろして、はい、もうこの時点でもね普通に面白いですけど、でこうやってもいいですよね。ほら、あ、可愛いかもしれない、こういう
オブジェね、なんかありそうで、ここの内側からこう出してあげれば、はい、頭が出てくるので、こうやって、で後ろのやつはこう開いてあげて、はい、こんな感じでバズーカみたいな感じでこう肩にね、はい、きます。はい、これでピラミッドロボットになります。これデザイン面白いですよね。この体がピラミッドになっていて、で頭がなんかファラオ、なんかエジプトのミイラみたいな雰囲気があるっていう。でここ肩にねこういうバズーカ背負ってるっていう、これデザイン的にねめちゃくちゃ面白いですよね。はい、でもちょっと立たせるの難しいけど、はい、こんな感じになってます。一応じゃあこっちもやっていきましょうか。変形はね同じだとは思いますけれども、はい、あ、見てほら、やっぱこっちもほらこんな感じで、ここスイッチだったのかな、くり抜かれてるけど、でここにボタン電池とか入れるんでしょ。ちょっと一回これネジいけるから、これ一回開いてみよう。これはね、中どうなってるのか、はい、開きましょう。中はやっぱりほらここら辺にね、電気を流すための金属とかそういうのがないですよね。なのでここに電池を入れても何も起こりませんということになります。はい、っていうね、しょうがないですね、それは。いや、これの元のおもちゃで遊んでみたかったですね。これは絶対いいおもちゃだと思うんですけれども、はい。でこうやって伸ばしてあげて、でこれを足出して、はい、持ってくると。はい、この頭をくるっと出してあげて、でバズーカを、はい、上に乗っければ、はい、これでエジプトじゃない、ピラミッドのロボットになります。はい、ということで一緒ですね。塗装も同じですね。はい、この水色じゃない、黄緑か黄色かっていうだけですね、違いは。はい、ということで今回のこのスポーツシリーズいかがだったでしょうか。ちょっと変形させにくすぎたかな、これは。いやこのちゃんと変形させる前のボールの時とかがもうすごいクオリティが高いからね、こう側が余ってしまう変形になるのは仕方ないんですけれども、ちゃんとこう胸のところにこうね、こう移動させてきたりとかっていう工夫とかが各所見られて面白かったですよね。っていうところでしょうか。はい。敬意を込めて言いますけども、チープトイですね。これは結構もうほんと正真正銘のチープトイな感じがしました。はい。ということで。でも変形玩具を作ってるっていうのは本当にすごいと思いますのでね。これの本当元のやつちょっと触りたかったなっていう気持ちはありますけれども。はい。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。